皆様こんにちは、セリナです。今回は4月買ってよかった購入品紹介とお気に入りアイテムを使ったメイクをご紹介していきます。4月もディオールやジル・スチュアートのサマーコレクションやナーズの限定パウダーなど注目アイテムがたくさん発売されましたよね。今回も4月に動画内でご紹介させていただいたアイテムを簡単におさらいした後、4月に購入して特にお気に入りになったアイテムを使って実際にメイクをしていきたいと思います。こちらのチャンネルでは新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それでは4月に購入したアイテムのご紹介と簡単におさらいをしていきたいと思います。まずはこちら、4月7日発売、ジル・スチュアートビューティーサマーコレクションよりブルームクチュールアイズの新色19番、20番と新作チークメルティーシマーブラシの全5色をご紹介しました。アイシャドウもチークもシアーなニュアンスカラーでラメやパールが楽しめるタイプでした。続いて4月7日発売、RMK の新作チークピュアコンプレクションブラシから人気色を中心に全10色の中から5色をご紹介しました。しっかりと発色するチークでしたが、肌に溶け込むような質感なのと程よいパールの効果でかなり使いやすいタイプでした。続いて4月4日先行発売、5月19日発売のルナソルサマーコレクション2023よりアイカラーレーションの限定色 EX30 番と EX31 番、ブラッシュクリエイターの限定色 EX10 番と EX11 番、そしてデューイベアブラッシュの限定色 EX04 番と EX05 番をご紹介しました。見た目だと夏らしい配色なので使いにくそうかなと感じますが、シアーな発色と柔らかいカラーで大人のカラーメイクが楽しめるようなコレクションでした。続いて3月にご紹介しきれなかった3月発売の新作下地比較、3月24日発売ナーズソフトマットプライマー、3月3日発売エスティローダーダブルウェアセカンドスキンクリームプライマー、3月1日発売ベアミネラルプライムタイムレッドネスリデュースをご紹介していきました。3つとも毛穴や凹凸をきれいに補正してくれるタイプの下地でした。続いて4月18日発売、エレガンス2023サマーニューカラーよりレヨンジュレアイズ N の新色15番と16番、エレガンスラズルスターアイカラーの S01、S02、S03、そしてフロッキーアイブロウマスカラから PR20 番と WN50 番をご紹介しました。アイシャドウは夏らしいパールとラメのきらめきを感じられるタイプで、アイブロウマスカラはカラーのニュアンスも質感もとても良くて使いやすかったです。続いて4月28日発売、4月21日先行発売のディオールサマーコレクション2023よりサンククルールクチュールの限定色233と533、ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーの限定色001と002、そしてディオールアディクトリップマキシマイザーの限定色043をご紹介しました。柔らかいくすみニュアンスが効いていて大人の洗練されたカラーメイクが楽しめるコレクションでした。そして最後は4月28日発売、ナーズライトリフレクティングプリズマティックパウダーを昨年の限定カラーと通常タイプと比較してご紹介しました。今年の限定色は柔らかいイエローとピンクのニュアンスが効いていてツヤがとても綺麗でした。それでは下地からご紹介していきたいと思います。下地はこちら、ナーズのソフトマットプライマーです。
こちらは3月末に発売されて、すでにかなり人気になっているソフトマットパウダーと同時発売されたプライマーで、こちらも名前の通り、毛穴や凹凸感を感じさせないソフトマット肌に仕上げてくれるプライマーです。こんな感じで少し重さのあるテクスチャーがしっかりと肌の毛穴や凹凸を埋めてくれます。テクスチャーとしてはこんな感じで少し重さがあるので、塗りたてからパサパサになってしまって塗りにくいというわけではないですが、すぐに肌表面でサラサラに変化するタイプなので、乾燥が気になる肌タイプの方よりも皮脂や崩れが気になる肌タイプの方におすすめです。はい、こちら側半分にナースのソフトマットプライマーを塗ってみました。まだ何も塗っていない方の肌と比較するとより分かりやすいと思いますが、このプライマーの最大の特徴は、毛穴や凹凸が均一にフラットに整うからか、特にカラー補正効果はないのに肌が綺麗に仕上がって見えるところです。ファンデーションのカラーは変えたくないけれど、下地の時点で肌を綺麗に見せたいという方にとてもおすすめだと思います。近くで見てもこんな感じで毛穴や凹凸を綺麗にフラットに見せてくれています。この自然な補正効果がとても綺麗だなと思ってお気に入りです。はい、全顔に下地を塗ってみました。そしてこの上からファンデーションを塗っていきますが、4月はファンデーションを購入しなかったので、今回はこちらのローラメルシェのフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングドアップクッションを重ねていきます。下地はソフトマットタイプですが、上からこんな感じでツヤタイプのファンデーションを重ねてもマットに寄りすぎなくて、とても均一なツヤ肌に見えるところがすごく綺麗だなと思っています。マットに仕上げたいときはマット仕上がりのファンデーションと組み合わせるのももちろんおすすめですが、ツヤタイプのファンデーションと組み合わせるのも個人的にはお気に入りです。はい、こちら側にツヤタイプのファンデーションを塗ってみました。ソフトマットタイプの下地だからといってマットに寄りすぎてしまうこともなく、顔の高い位置などに程よいツヤも残してくれています。ツヤ肌に仕上げたいけれど、ツヤタイプのファンデーションを使うと毛穴などが目立って気になってしまうという方には、ツヤタイプのファンデーションのベースとして仕込んであげるのもとてもおすすめです。いろいろな使い方ができるところが嬉しいですよね。では続いてベースパウダーです。ベースパウダーはこちら、ナースのライトリフレクティングプリズマティックパウダーです。こちらは4月28日に発売された人気のライトリフレクティングセッティングパウダーの数量限定色で、通常のライトリフレクティングセッティングパウダーと同じくらいサラサラで崩れにくい仕上がりなのに、自然なツヤが出るのと、この見た目の通りのイエローやピンクオレンジの柔らかい光ニュアンスが出るところがとても綺麗でした。かなり人気のアイテムなので、現時点でも公式のオンラインショップや百貨店のオンラインショップなどでは完売しているところが目立ちますが、店舗ではまだ在庫が残っているところもあるようで、ナースの公式オンラインショップでは一部店舗を除く全国のナースカウンターでお電話での注文も承っているという記載があったので、もしお探しの方はぜひナースの店舗にお問い合わせもしてみてください。軽くのせていくとこんな感じで、パウダーが乗った感のないすごく自然な仕上がりはそのままに、磨いていくと滑らかなツヤが出てくれます。はい、こちら側にナースの限定パウダーを塗ってみました。パウダーなしの方と比較すると、ファンデーションの油分によるツヤは抑えられましたが、それでも頬の高い位置などに綺麗なツヤが出ています。近くで見てもパウダーの重さや厚さを感じさせないのに、少量でも肌表面をサラサラに仕上げてくれるところが、通常のライトリフレクティングセッティングパウダーの良さをそのまま引き継いでいて、これからの時期にもとても使いやすいと思います。続いてはこちら、エレガンスのフロッキーアイブロウマスカラ BR20 のカラーです。こちらのアイブロウマスカラは発売前から
カラーのニュアンスがとても絶妙で可愛いなと思って注目していましたが、実際に使ってみるとしっかりと眉にカラーが乗ってくれるタイプなのに、眉マスカラ特有の毛がベタっと固まってしまうということがなく、アイブロウパウダーで仕上げた時のようなふんわり眉に仕上がる質感もものすごく良くてお気に入りになったアイテムです。ふんわりと自然な印象の眉に仕上げたいので、最近はアイブロウマスカラを使わず、アイブロウペンシルとアイブロウパウダーのみで仕上げていましたが、こちらのアイブロウマスカラをご紹介してから気に入って毎日使っています。カラーはこちらの BR の20番と WN の50番の2色をご紹介しましたが、個人的にはこちらの BR の20番のピンクベージュのようなニュアンスも感じるブラウンカラーがなかなか珍しくて綺麗でお気に入りです。液も緩めのタイプでしっかりとカラーが眉に乗ってくれますが、ペタッとせずにふんわりと仕上がってくれてとても使いやすいです。はい、こちら側にアイブロウマスカラを塗ってみました。反対側はアイブロウペンシルとアイブロウパウダーのみで仕上げている状態ですが、どの角度で見ても毛が固まってしまうことがなく、ふんわり感を保っているところがすごいですよね。自然なのにしっかりと眉毛をカラーリングしてくれるところも使いやすいポイントです。カラーのニュアンスもとても絶妙で綺麗なので、眉マスカラが苦手という方にもぜひチェックしていただきたいアイテムです。では続いてアイシャドウです。アイシャドウはこちら、ルナソルのアイカラレーション EX30 番とディオールのサンクルルクチュールサマーコレクション限定色233のエデンロックです。どちらも数量限定色ですが、ルナソルは現在一部店舗で先行発売中。全国発売は5月19日からのアイテムで、ディオールは4月28日発売ですが、現時点ではまだ公式のオンラインブティックでもカートに入りました。今月発売のサマーコレクションのアイシャドウはこんな感じでかなり夏らしい配色なので、一見使うのが難しそうだなと思いますが、ルナソルのアイカラーレーションは全体的にシェアで柔らかい発色、ディオールのサンクルルクチュールも伸びの良い粉質で全体的にくすみ感があるので、大人っぽいカラーメイクも楽しめるパレットで、特にこちらの2つは見た目の印象よりも使ってみると想像以上に素敵なカラーだったので、この2色を選びました。まずはこちら側にルナソルを使ってメイクしていきます。まず D のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。以前ご紹介した時はこのパレットの中で一番発色がしっかりとしているこの D のカラーはあえて上まぶたに使わずに、他の3色で柔らかい光のニュアンスを前面に出したメイクをご紹介しましたが、こちらの柔らかいオレンジカラーがとても可愛くてお気に入りなので、今回はこちらのカラーをしっかりと塗っていきます。そのまま付属のチップの太い面に戻って下まぶた全体にものせていきます。続いて C のカラーを指に取って上まぶたの目尻にポイントでパープルを入れていきます。続いて E のカラーを指に取って黒目の中心にブルーを入れていきます。オレンジの上にパープルとブルーを重ねていますが、この上から重ねたパープルとブルーが柔らかいニュアンスに輝くカラーなので、この2色を上から重ねても透明感がアップする感じで、やりすぎなカラーメイクにならないところがすごくいいですよね。最後に付属のチップの細い面で A のカラーを取って、下まぶたのまつげの際にラメを入れていきます。はい、こちら側にルナソルの EX30 番でメイクをしてみました。オレンジのカラーをベースに塗って、その上にパープルとブルーを重ねていますが、パープルとブルーは柔らかい光のニュアンスを感じるようなカラーなので、オレンジの上に重ねても
透明感がアップするような感じで、やりすぎ感はないですが、夏らしさも楽しめるメイクに仕上がったと思います。この柔らかい光のニュアンスがとても可愛くてお気に入りです。では反対側にはディオールのサンクルルクチュール233を使ってメイクしていきます。まず左上のカラーを取ってアイホール全体にのせていきます。このオレンジとブルーの組み合わせが今っぽい目元に見せてくれてとても可愛いです。続いて右下のカラーを指に取って目尻3分の1に締め色として塗っていきます。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置までブルーを塗っていきます。このブルーがくすみ感があって深みのあるブルーなので、こんな感じで結構全体にのせても浮くことがなく、すごく上品に使えるところがとても可愛いです。ベースにオレンジとブラウンのグラデーションをつけているので、よりブルーが浮かずに使えます。付属のチップの太い面に右上のカラーを取って、下まぶた全体に入れた後、最後に付属のチップの細い面に中央のカラーを取って目の際にしっかりと入れていきます。はい、こちら側にはディオールの限定色233のエデンロックでメイクをしてみました。こちらのアイシャドウはメインチャンネルの他にもサブチャンネルも合わせて合計3パターンのメイクルックをご紹介していますが、今回はパレットの中の5色全色を使ってブルーをしっかりと発色させたメイクに仕上げてみました。カラーメイクを楽しめるオレンジやブルーの他にも使いやすいブラウンのカラーも一緒に入っているので、ブラウンと組み合わせてあげるとブルーも浮かずに使いやすいメイクも楽しめて、ブラウンカラーだけを使ってメイクをすると日常使いもしやすいベーシックなメイクも楽しめるところがすごく魅力的なパレットだなと思いました。いつものサンクルルクチュールよりもさらに柔らかくて伸びが良い粉質だと感じたので、質感的にもとても使いやすいです。ルナソルとディオールそれぞれ比較するとこんな感じです。どちらもしっかりとカラーを使っているので夏らしさもありますが、浮かないところがすごく素敵だなと思っています。今回はルナソルの限定色 EX30 番で揃えました。続いてチークです。チークはこちら。ジルスチャートビューティーのメルティシマーブラッシュ03番と RMK のピュアコンプレクションブラッシュ10番のサハラベージュです。4月は新作のチークもたくさん発売された月でした。どのブランドもサマーコレクションとして発売されていたからか、全体的にコーラル系のカラーが多いイメージでしたが、ジルスチャートは柔らかいコーラルのニュアンスにシルバーのパールがきらめいて、RMK はピンク寄りのコーラルカラーのベースに白っぽく光る自然なパールが入っていたので、この2つはコーラル系のカラーなのに透明感と涼しげな印象を持たせてくれるところがすごく可愛くてお気に入りです。まずはこちら側にジルスチャートの03番を塗っていきます。こちらの新作チークは全5色をご紹介させていただきましたが、5色中3色がチークというよりもハイライト使いが向いているくらいカラーのニュアンスが自然で、こちらの03番もニュアンス程度に自然に光るようなタイプです。そしてなんといってもこの強いパールによるツヤ感が楽しめるタイプのチークです。反対に RMK はこんな感じで一塗りでもしっかりとカラーが楽しめる高発色のタイプのチークでした。ただ高発色ですがしっとりとしている粉質なので、ちゃんとカラーは楽しめつつ肌に綺麗に溶け込んでくれるチークです。この質感も絶妙でとても綺麗です。はい、こちら側にジルスチャート
反対側に RMK を塗っている状態です。それぞれ比較してみると、ジル・スチュワートはほんのりとニュアンス程度の発色で強いパールによる艶めきを感じられるので、ハイライトなしでもツヤ肌に仕上げてくれるタイプで、RMK はしっかりと発色もしますが、肌に綺麗に馴染んでくれるので、角度によってカラーが見えるような、ものすごく絶妙な質感のチークです。はい、今回は RMK のピュアコンプレクションブラシの10番サハラベージュで揃えてみました。それでは最後のアイテムです。最後はこちら。ディオールアディクトリップマキシマイザーのサマーコレクション限定色043番のロゼのカラーです。こちらも先ほどのアイシャドウと同様、4月28日より数量限定のサマーコレクションとして発売されたカラーですが、現時点ではまだディオールの公式オンラインブティックでカートに入りました。今回の限定色は程よい血色感もありつつ、すごく柔らかいローズベージュのようなカラーが絶妙で、とてもお気に入りのカラーになりました。マキシマイザーはプランプ効果があるリップなので、少し唇の血色感がアップしますが、それでも赤みが強くなりすぎないところも、この限定色のいいところだなと思っています。はい、こんな感じです。プランプ効果でしっかりと唇の血色感はアップしますが、この絶妙な柔らかいローズベージュ感も残してくれているところがすごく上品な色出しだなと思っています。このカラーは定番色にしてほしいくらいかなりお気に入りです。はい、ではこんな感じで4月の購入品紹介と買ってよかったお気に入りアイテムを使ってメイクをしていきました。4月の新作のポイントは、アイシャドウもチークも夏らしいカラーも楽しめつつ、シェアで柔らかい発色のアイテムが多かったので、夏らしいけれど派手になりすぎなくて、透明感も感じられるようなメイクが楽しめるアイテムが多い印象でした。ぜひ皆様の4月買ってよかったお気に入りアイテムもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。